ESA、ITA、BD30、BD90、TF30、BDI と BD86、BD386、OSBD、BD65、BD30、TF30、T47、T45、BD30、83i。何よ。ロードバイク系のフレーム側の BD 規格で、一応現役っぽいもの一覧だよ。禁止の規格もあるけど、今回は混沌を極めた BD、つまりボトムブラケットの規格について、その歴史をたどってみる極度に教育的な動画です。ただのうんちく動画です。始まるよ。現在、最も多くの自転車に使われている BD の規格は BSA68 と呼ばれる規格だと思うんだけど、これ、めちゃ昔からあって、誕生したのは19世紀末から20世紀初頭にかけてらしいよ。めちゃくちゃ古いわ。めっちゃ古いね。BSA はバーミンガムスモールアームズの略。イギリスの機械メーカーだよ。元は銃のメーカーっぽいけど、自転車でもバイクでも自動車でも何でも作ってたらしい。訳語が都合よくイギリスっぽいから覚えやすいわ。バーミンガムスモールアームズは1972年に消滅したけど、自転車部門はラレーに買収されているから、その DNA はひっそり生き残っているのかもしれない。あとオートバイのブランド名としても残ってる。さて、この規格は内径 35mm くらい、幅 68mm のパイプの両側からネジを切ったものだよ。自転車のカテゴリーが変わると違う幅もあるけど、今回はロードバイクにフォーカスした動画だから他のカテゴリーの自転車には触れないよ。この規格は右側のネジが緩みにくいように逆ネジになってる。この規格は、後に非常に一般化してJIS、日本工業規格にも組み込まれたから、この規格の BD を指して JIS と呼ぶこともある。同じものがいろんな名前で呼ばれると分かりにくいわ。BSC って呼ばれることもある。ブリティッシュスタンダードサイクル。この動画では BSA で統一しておくね。後追いの似たような規格でイタリアン規格とフレンチ規格っていうのもできたよ。イタリアン規格は1930年代頃にできた規格で、内径はだいたい BSA と同じ。幅はちょっと広くて 70mm。ネジの種類は違くて、右も正ネジだからちょっと緩みやすいって聞く。マイナー寄りの規格だけどピナレロとかでひっそり生き残ってる。フレンチ規格も1950年頃らしくて、幅 68mm で BSA と同じ。内径も多分ほとんど同じ。ネジの種類はやっぱり違って、両方正ネジ。多分絶滅したけど、生き残ってたらバラすまで BSA と区別つかなくて阿鼻叫喚だったと思う。さて、このタイプのシェルにどうやってクランクの軸、つまりスピンドルがセットされるのか、3D モデルを作ったから見てみてよ。よっぽど暇なのね。これは現代でも残っている製品の構造を参考に作っているから、当時のものはこれほど洗練されていないはずだよ。特にクランクアームとの接合部がこのタイプ、つまりスクエアペーパーになったのは50年以上後になってからだと思うけど、豪快に年代を飛ばしてきたわね。クランクの歴史って動画じゃないから勘弁してね。ベアリングの部分は20世紀初頭にはこのタイプになっていたそうだよ。これ知ってる。カップ&コーンってやつでしょ。おじさんが好きそうなやつ。そうだね。アジャスタブルタイプとも呼ばれて、調整やメンテナンスが容易なように設計されているよ。左右の部品がカップ、スピンドルについてるこの部分がコーンだね。このカップとコーンの間にボールを入れて、片側のカップを程よく締め込んで、何回いい感じに回るように調整するよ。このシステムはめちゃ息が長くて、今でもママチャリに普通に使われてる。杉野さんは今でもトラックレーサー用に売ってるね。あら、高級感あってかっこいい。6万円くらいするよ。ロードバイク方面での息が長くて、1980年代くらいまで改良されながら第一線で活躍してたみたい。100年選手じゃん。ここでアメリカのフィリウッドって会社が先駆者らしいけど構造の革新が起こる。カートリッジ BB って言うんだけど、1973年に登場したらしい。まず密閉型のベアリングを用意して、これをスピンドルと右カップにあらかじめ圧入して一体のユニットとしておく。これをフレームの BD シェル内に固定する。
最後に左側のカップを挿入して左のベアリングを支える。シマノも追従して、カートリッジ BB はめちゃ普及した。カップ&コーンはメンテすれば長持ちが売りだったけど、ベアリング技術の進歩で、工業用のベアリングを使えばノーメンテでも十分に長持ちって感じになったんだと思うよ。特にシールドベアリングを使えるから雨水にとても強くなった。さらにベアリングはユニットとして圧入済みだから、誰が組み立てても 100% の性能を出せると良いことだらけ。ベアリングが寿命を迎えた場合は基本的にユニット丸ごと交換する。ここは賛否が分かれそうなところね。そうだね。他にも自分に合わせたセッティングができるとか、カップ&コーンの根強い支持者はいるみたい。カートリッジ式の普及は、メンテナンス面では大きな変化だけど、ロードバイクの走行性能には大きな変化をもたらさなかったと思うよ。次に登場するメジャーな企画はシマノのオクタリンクで1996年なんだけど、その前にちょっと寄り道しよう。ここで取り上げるのはマジックモーターサイクルが1992年に発売したクランク。その名もマジッククランク。これはちょっと動画に使っていい画像が見つからなかったから、外観は各自で検索して確認してほしいんだけど、驚くほど現代的な構造をしているよ。このクランクは直径 30mm のアルミ製中空スピンドルがあって、スピンドルを保持するベアリングは BB シェルより外に配置されている。ベアリングは BB シェルにねじ込まれたカップに圧入されているよ。これって、スピンドルの両端はスプラインになっていてクランクアームが接続されるよ。クランクアームの固定方法もすごく面白いんだけど、今回は割愛する。このクランクの発売当時のレビュー記事を掲載してくれているサイトがあってさ、それをそのまま転載するわけにはいかないんだけど、記事の中に開発思想的なことが書いてあって、すごく興味深いから抜粋しながら引用させてもらうよ。何年もの間、設計者はボトムブラケットアクスルを太くしたいと考えていました。直径の大きい中空チューブは、同じ強度の直径の小さいチューブ、または中実軸よりも剛性が高く、軽量だからです。彼らのこの願いは、標準ボトムブラケットシェルの直径が小さいため阻まれていました。重略、また、従来の BB シェルではクランク軸に負荷がかかるポイントよりも内側にベアリングが配置されていました。クランクアームはチェーンステイを避けてチェーンラインを確保するため、十分に外側に配置する必要があったからです。そのため、クランクアームからの負荷はベアリングが軸を支える箇所から離れた場所にかかり、不幸にもボトムブラケットアクスルは、飛び込み台のように大部分が支えられていない状態でした。重略。では優れた設計者は何をすべきでしょうか？従来のボトムブラケットシェルを捨て去るべきでしょうか？重略。マジックモーターサイクルのボトムブラケットはベアリングを BB シェルの外側に移動することで、これらの問題を見事に回避しました。ベアリングは BB シェルにねじ込むアルミカップに収められていますが、ベアリングはシェルの外側に配置されます。重略。カップの外径が通常より大きいため、ベアリングの内径も大きくなります。これにより、アクスルの直径をほぼ2倍にすることができます。もちろん、この新しい設計ではベアリングの位置が荷重のかかるポイントに非常に近くなり、車軸の曲げ荷重はほぼゼロになります。引用終わり。この記事の中でさ、このクランクは従来のクランクの2倍の硬さがあって、200g 軽いってあった。一見すると全てのクランクを過去にする勢いの記事だけど、実際にはそこまでうまくいったわけでないみたい。記事の中では値段にも触れられてて、このクランクの販売価格は$600で、シマノやカンパのトップグレードより数百ドル高いって書いてあった。インフレ考慮しなくても十分高い。資料として現物がめっちゃ欲しいんだけど、中古で安くても5万円くらいするから買えません。マジックモーターサイクルはこの後キャノンデールに買収されて、このタイプのクランクはこうだってブランド名で、しばらくキャノンデールから販売されていたよ。出たわね、キャノンデール。緩和球大。もうちょっと手の届きそうなレベルで大きな変化をもたらしたのは1996年のオクタリンク BB の出現だね。
オクタリンク BB は BB シェルからはみ出ない範囲でスピンドルを最大限大きくして中空化してる。スクエアテーパーだと軸径は基本 17mm かと思うけど、オクタリンクは 22mm までサイズアップされた。割合にして約 30% アップ。大雑把に言って同じ重量で径を 30% アップさせれば、曲げ合成は 70% アップできる。クランクアームとの接続部もスプライン化して、がっちり固定できるようになった。オクタリンクって名前はこのスプラインの溝の数が8個だからってとこからだよ。さっきマジッククランクのお姉さんも言ってたけど、台形中空化で重量を抑えつつ光合成化してるよ。軽量化と合成工場はロードバイクの永遠のテーマだね。ベアリングは残った隙間に押し込まれてるよ。当然これまでと同じサイズのベアリングは使えないから、垂直方向をニードルベアリングで支えて、左右をアンギュラベアリングで支えるように役割分担されているね。ニードル？アンギュラ？ごめんね。ニードルベアリングは針状のローラーを使うベアリング。これね。上からの荷重には強くて、しかも小スペースだけど、横からの力にめっちゃ弱い。アンギュラは内側のこれ。斜めにボールが入っている。大きさは違うけどカップ&コーンと同じね。これは上からの力も横からの力も支えられる。この場合は横からの力を支える仕事を重視してると思われるよ。ちなみにスクエアテーパーのカートリッジベアリングで使われていたタイプはラジアルベアリングっていうよ。これは上からの力を支えるのがメインだけど、横からの力もある程度支えられる。BB にかかる力は上からがメインだから、特に制約がなければラジアルベアリングが使われるね。オクタリンクはサイズの制約でラジアルベアリングを使っていないのね。そうだね。話を戻そう。オクタリンクにはフォロワーがいてアイシスって企画もあった。複数のパーツメーカーが作った企画で、だいたいオクタリンクとコンセプトは同じ。オープン企画だから色々なメーカーが販売してた。ベアリングの形式は規格では規定されていないと思うけど、ボールの小さいラジアルベアリングを複数配置しているのが多いみたい。ネットでは耐久性に関する不満がいくらか見られた。オクタリンクとアイシスに関して感想はある？ベアリングがキツキツだわ。そうだね。配置も変則的だし、軸径も限界だね。シェルが100年前の企画だから無理もない感じがするわ。オクタリンクやアイシスの時代は5年くらいしかなかったんじゃないかな。そして2000年、ついに従来のシェルを捨て去るものが現れました。圧入式ボトムブラケット、BB30 の登場です。出たわね。ここから後半戦です。長えわ。BB30 の登場は2000年。提唱者はキャノンデールだよ。キャノンデールはアメリカのメーカーで、基本はフレーム屋さんだけど一時はオートバイを作ってたりしてたイケイケメーカーだよ。これまでと違って、BB シェル、BB ユニット、クランクが1セットで規格化されているよ。シェルの内径は 42mm でネジはなし、幅は 68mm。内面の溝に位置決め用のスナップリングをはめて、ベアリングを直接圧入する。スピンドルは直径 30mm、アルミ製で中空構造になっている。BB30 シェルの大きさは、ちょうど BSE シェルがすっぽり収まるサイズ感だね。幅は BSE と全く同じで、この部分は意外と保守的。めちゃくちゃシンプルになったわね。キャノンデールはフレーム、BD、クランクを統合的に設計してバイク全体で高い性能を出すことを目指したよ。まず BB シェルが台形化したことにより、フレームの合成が向上したよ。当時はとっくにスチールフレームの時代じゃなかったのに、BD だけスチールフレームの径に縛られていたんだね。そしてこのシェルにはボールベアリングが直接圧入されたよ。今まではボールベアリングが圧入されたユニットをさらにシェルに挿入していたから、その無駄を省いた感じだね。これによってスペースを最大効率で活用できるし、軽量化にもなる。スピンドルは台形化したことによりアルミが使用でき、これも軽量化と光合成化に貢献する。2006年頃には BB30 は他メーカーにも開放され、爆発的な広がりを見せることになる。
一方で2003年にはシマノも新企画を打ち出す。有名なフォローテック2だよ。フォローテック2はクランクと BD ユニットの企画で、BD シェルは従来の BSA を使用するよ。勝手に BB30 の方が後発だと思っていたわ。しばらくキャノンデール独自企画だったからね。普及という意味ではフォローテック2の方が先かな。ベアリングは BD シェルの外側に配置されて、BD にねじ込まれたアルミ製のカップに圧入されている。さっきのマジッククランクとほぼ同じ思想と構造だけど、そこまで攻めてなくて、幅の増加は最小限にしているし、スピンドル径も 24mm でスチールの使用が標準となっている。従来よりは太いけど、BB30 ほど極端ではなかった。また、片側のクランクアームとスピンドルが一体構造になったのも大きな変化点だった。このシステムにはフォロワーがいて、カンパニョーロのウルトラトルク、パワートルク、スラムの GXP などが同様のレイアウトを採用した。三大コンポーネントメーカーね。これらは特別軽量ではなかったけど、十分な性能を発揮したし、大きな問題もなかったから広く受け入れられた。で、話は一旦 BD30 に戻る。はい。BD30 型メーカーに開放されてから、フレームメーカーはかなり積極的にこれを取り入れた。でも BD30 が普及するに従って、BD 周辺からのイオントラブルが報告されるようになってきた。ペダリングに連動してコツコツとカカツカツとかそんな感じね。ひどいとギシギシ言うらしいけど。自転車ってさ、静かな乗り物だから、機能的に問題あるかはわかんないけど、音が鳴ると夜も眠れないほど気になる。なんでこんな問題が起きるかって話だけど、圧入自体は他の形式でもどこかでやっているわけだから、それ自体が悪いということはないと思う。だから精度か合成の問題と思われる。BD30 のシェル側の直径は 41.96 から 41.985mm の間に収まるように決められているらしい。厳しそうな数字に聞こえるけど、正直大して厳しくない。大して厳しくないけど、これを達成してなさそうなフレームが結構あるらしい。過去検索しても2008年以前はほとんどイオン問題が出ていないから、行き過ぎた軽量化が問題かもしれない。あるいはそれ以前のフレームが規格より厳しく作っていたかのどちらかだと思う。イオン問題以外にも誤算というか、逆風がいくつかあった。一つがカーボンフレームとの相性がそれほど良くなかった。一部例外はあるけど、基本的にシェル側はアルミが前提だったから、カーボンフレームでもアルミのスリーブを入れる必要があった。これじゃ軽量化の旨味が薄くなる。もう一つが幅 68mm が意外と不評だった。これさ、BSA と同じ幅だからさ、BD30 は変換スリーブを使って BSA と事実上の互換性があったわけ。キャノンデールですらもグレードによっては最初から BSA に変換して完成車を売っていたり、ユーザーもその気になればどうとでもなるということで利便性が高く、BD30 が普及できた要因だと思うんだけど、カーボンフレームなんかだとフレーム幅をもっと広げたいって考えが多かったみたい。この3つの問題、イオン問題、フルカーボン対応問題、幅の不足問題を解決するため、みんながいろんな企画を作り始めて BD 戦国時代が始まってしまった。まず主にスピンドル 24mm 系のクランクに対応するか、スピンドル 30mm 系のクランクに対応するかで分かれた。損で多くの企画で、イオン問題とフルカーボンフレームの対応として、ベアリングの周りに樹脂のカップを追加した。追加しなかった企画もあった。幅を増やした企画が多かったけど、企画によって増やす量が違った。増やさない企画もあった。左右非対称にした企画もあった。これらの組み合わせによって新たな企画がめちゃ生まれた。ここからこの動画のメインディッシュなんだけど、BD 戦国時代に現れた企画をおおよそ年代順にハイスピードで紹介していくよ。誰得2007年、BD90、トレックの独自企画、幅 90.5mm、内径 37mm、基本 24mm スピンドル用でフォローテック2の圧入バージョンって感じ。内径が小さく耐久性、防水性が悪いとの段あり、
最近トレックも極めてる企画に浮気してる。2010年、PF30、スラム、BD30 の樹脂角付き、幅 68mm、内径 46mm、使えるクランクは BD30 と同じ。2010年、BD ライト、サーベロの独自規格、幅 79mm、内径 46mm、樹脂角付き、PF30 の幅違い。2011年、BD86、PF86 とも、島の手章、幅 86.5mm、内径 41mm、樹脂角付き、島の高 24mm スピン乗る用。採用メーカーはガスで現在の最大勢力かも。2011年、BD386、パッツメーカーの FSA が手章、幅 86.5mm、内径 46mm、樹脂角付き、PF30 の幅広バッション。採用メーカーはメイダー、タイムなど。BD386EV 用は BD386 用のクランクのこと。2011年、OSBD、スペシャライズドの独自規格、樹脂角付き、幅 67mm か 61mm、内径 46mm、PF30 の幅違い、よく知らない。2012年、BD65、ルックの独自規格、幅 86.5、内径 65mm、専用クランクに対応するための内径クソデカ BD、独自規格ならわかりやすくルックスペシャル BB とか言ってほしい。だんだん辛辣になっているわよ。2014年、BD38、キャノンデール、A はシンメトリーの A、幅 73mm、内径 42mm、BD30 の幅広バッションだけど左右非対称で左側が 5mm 延長されてる。2014年、PF38、キャノンデール、A はシンメトリーの A、樹脂角付き、幅 73mm、内径 46mm、PF30 の幅広バッションとも言えるし、BD30A の樹脂角付きとも言える。2017年、BD30、83AI、キャノンデール、幅 83mm、内径 42mm、キャノンデールの AI オフセットフレーム専用 BD。一番わかんない企画、これ何のクランクなら使える？怒涛のキャノンデールラッシュ。ロードバイク系の圧入用シェルに限ればこれで全部なんじゃないかな。もしかしたらちょうど級マイナー企画もあるのかもしれない。抜けてるのがあったら誰か教えて。フレームメーカーのこだわりが炸裂してこうなっているんだけど、実態としてはユーザーはサードパーティの変換アダプタや変換 BB を突っ込んで好きなクランクをつけるという、こだわり台無し自体になってることが多いと思う。だってコンポは統一したいじゃない。そうだよね。うちにも BB30 のフレームが2つあるけど、一つはスリーブ圧入して BS 化してフォローテック2がついてる。もう一つは変換 BB を使ってウルトラトルクがついてる。最初から BSA だったら無駄にお金かからなかったし、むしろ軽量だったはず。という実態があるので、ここ数年は BSA 規格への回帰傾向が見られる。あのキャノンデールさんでさえ一部のフレームで BSA を採用している。また、2015年には T47 という新しいネジ式の BB シェルが提唱されている。これは幅は68、77、85.5 でバリエーションがあって、内径は 47mm でネジが切ってある。大体のクランクに対応できて、メンテ性耐久性が良いということで好意的な意見が多い規格だよ。トレックの浮気先もこれ。提唱者はクリス・キングと複数のパーツメーカー。重量はかさみそうだけど、でも正直最近重量はあまり重要視されてないよね。また、クランク側の規格では2018年にはスラムがダブというものを提唱してる。これは軸径 28.99mm のアルミスピンドルを使う規格で、大体のシェル規格に対応する BD ユニットが供給されてる。こんな感じで最近は懐の深い規格が台頭してきてだいぶ落ち着いてきた印象だね。サードパーティの変換 BB も幅広く供給されてて、穴が小さいとか幅が広すぎるとか物理的につくはずがない組み合わせ以外は大体なんとかなる。組み合わせによってはベアリングが小さくなりすぎたりして耐久性に何割ってなったりするらしいけどね。BB の明日はどっちだ？皆さんは2010年代のフレームを買うときは BB 規格に特に注意してください。今回はここまで。気が向いたら他の動画も見てね。チャンネル登録とか高評価ももらえると嬉しいです。また見てね。バイバイ。